制作陣の期待は超えたい、満場一致で今のめぐり星が選ばれたっていうことで、君と出会って生まれたこのメロディーとか、はい、結構来たなと思いました本日のミューズボックスは8月22日より公開の映画アズワンで声優初挑戦、主人公のヨウを演じる JO1 の白岩瑠姫さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、JO1 の白岩瑠姫です。よろしくお願いします。まさかの僕 JO1 メンバー、はい、たくみくん、はい、まめちゃん、はい、3人目です。3人目、ありがとうございます。いやなんか JO1 2人目なんで全部いけたらいいんですけどねって冗談で言ってたら、はい、本当にこんな数ヶ月後に3人目みたいな、全制覇目指してください。いやいやもうぜひコンプリートしようと思って、よろしくお願いします。よろしくお願いします。映画アズワンはアーケードゲーム星と翼のパラドックスを原作に世界観を踏襲しながらオリジナルストーリーで描く SF アニメーションでございます。地球でミュージシャンを目指す高校生のヨウがある日宇宙のカンダラに存在するめぐり星で生きるロボット整備士の少女ラコと意識の世界で出会い運命に立ち向かうストーリーですということで、声優初挑戦、はい、と僕本編見させていただきたんですけど、偉そうな表現になったら非常に申し訳ないですけど、はい、いやめちゃめちゃうまいよ。ありがとうございます。マジで、これちょっと結構冗談抜きで、はい、めっちゃ自分でもいけたなと思いませんでした？結構どうですか？いやもう本当に最初は右も左も分からないので、とりあえずディレクターさんに、はい、もう僕本当に何も分かんないから思ったことあったら全部言ってほしいですと、はいはい、できるだけそれを再現できるようにもう頑張るので、一生懸命頑張るので言ってほしいですっていうことで、一セリフ目から一緒に作ったって感じですね。あ、そうなんですね、はい、今回難しかったのがやっぱセリフとセリフの間の吐息とか、声優さんってなんかそこの間を声で表現したりとかが映像系だとなかったので、そこもかなりディレクションしていただいて、マジでびっくりしたんですよ。いや嬉しい、本当に嬉しい。今日一嬉しいかもしれないです。いや本当にびっくりありがとうございます。嬉しい。でも本当に最初初号試写見た時は、最初の30分ぐらいはやっぱ自分が声をやってるってことで見方がちょっと違って結構緊張して見てたんですけど、もう最後ら辺は自分がヨウを演じたってことも確かに正直忘れるぐらい見入ってしまったっていうのはありますね。今回主人公のヨウが、ミュージシャンを目指す高校生っていうことで、はい、歌を歌えるかどうかっていうのもすごい大事な、特に今回の役大事じゃないですか。声優も初挑戦なんですけど、何かに対してこう楽曲を書き下ろすっていうのも初めてだったんで、本当初めてでちょっとどうなるのかなっていう。しかも制作陣もめちゃくちゃ豪華だし、かなり不安はありました最初。 JO1 のプロジェクトの中のソロプロジェクトで作ったあなたも出したリリースしてもともとあった曲ですね。もともと学生の時に自分で作詞作曲して作ってた曲を JO1 になっていい機会なんじゃないかってことで出したのがきっかけで、それを監督さんだったりとかアズワンの関係者の方が見てくれて、もうヨウくんこの人しかいないでしょって言ってくれて声優と主題歌のオファーだったんで、本当びっくりですね。そんなことがあるのかっていう。でも本当にたまたまなんですけど、ヨウくんの見た目とその当時僕黒髪で制服着てひまわり取った時が確かにちょっと似てるんですよ。本当ですか？それは本当に全然意識してないで撮ったんですけど、もう後々聞いたら本当に一目見ただけで本当にヨウくんかと思ったっていうことでのオファーだったんで、そんな奇跡あるんだなっていう。それを高校の時に作った？そうですね。ひまわりっていう曲は学生の時に作ってて、ちょうどヨウくんと同じぐらいの年の時に作ってたっていうのもかなりエモポイントかなっていう。エモポイントですね。はい、今回ね、先ほどそういう初挑戦とはいえ初挑戦で難しいこといっぱいあったっておっしゃってましたけど、感情の流れみたいなのとか含めて声で演じるってどうでした？今回の物語の一番軸となっているのは、ヨウくんがある人との出会いによって自信をつけていったりとか、自分が変わっていくっていうのが一番見どころなので、歌のシーンとかヨウくんの喋るシーンとかはちょっと自分の中では優しい感じ、マイルドな感じをすごく意識して歌ったり
声取ったりしたんですけど、もうクライマックスに行くにつれてはどんどん自信もついてきてるし、そこが結構歌い方とか声とかにも変化あるんじゃないかなっていう、自分の中でも強弱は意識してアフレコしたりとかしたんで。エンドロールまで席を取らずにね、はい、見ないといけないですからね。いやそうですね、エンドロールまでちゃんと見てほしいですね今回劇中のセリフで、その陽のセリフですごいいいセリフだなと思ったのが、俺がそこにいていいのか分からなくなったっていう、いわゆるこう自分のアイデンティティというか、バンドをやってていいのかみたいなとかの、このなんか俺がそこにいていいのか分からなくなって、すごいいいセリフだなと思って。そうですね、なんかこのセリフだけじゃなくて、やっぱこの共感する部分って他にもあったりします？僕も結構一言好きで、結構人生って孤独に感じちゃうことって多いんですよ。なんか僕一人が頑張ってるとか、なんか俺一人の方が楽だって思ったりとか結構しちゃいがちなんですけど、でも結局陽くんには周りの人がいて、だから音楽ができてみたいな。でラコちゃんも陽くんがいたから戦えてみたいな。なんかやっぱり一人じゃ生きれないことの方が絶対に多いんで、なんかそれに何か気づいていただけたりとかしたらいいなっていう意味で、僕も結構そのセリフ大好きですね。しかも直後にようやく全ての殻を陽くん自身が破って本当に自信をつけていくっていう、本当にターニングポイントなシーンでもあるので、シーンはぜひ見てくださいはい、ポイントですよね。ポイントですね。これめちゃめちゃポイントですよね。大好きですね。そうキャラクター作り、その呼吸みたいなところも含めて、監督とそのテクニックの部分っていうよりかは役のことって監督となんか話されたりしたんですか？結構ぶっつけ本番ぐらいな感じでブース入ってやりながら一緒に作ってったっていう感じがでかいですね。だから主題歌もほとんど意見なく作らせていただいて、そのひまわりっていう楽曲を見てオファーいただいたっていうのはあるんですけど、とはいえ1曲しか聴いてない人にそんな信用して作らせてもらえるかっていうところに、僕はこの映画の覚悟というかすごく挑戦を感じて、それが嬉しくて、制作陣の期待は超えたいっていう、そこで火がついてはかどったっていうのもありますね。だって今回もちろん主演というか主役ですけど、もうね制作陣の方ですもんねそうですね。どっちかって言われたら、もうだってその曲がめちゃくちゃこの作品を一個背負ってる、そうなんですよ。主題歌が左右すると言っても過言ではない。だから僕の作った曲がダメだったら映画もダメになっちゃうしみたいな、本当にそこに対してのプレッシャーはあったんですけど、そこをでもほとんど何も言わずに作らせていただいたりとか、あと一番最初映画からはバラードがいいって言われて、いくつかバラードのリファレンスが送られてきたんですけど、一番最初に映像いただいて台本いただいた時に読み終えた時のイメージはバラードじゃなかったんですよ。でそこでまず一つ葛藤があってあれこれ俺の中ではバラードじゃないけど、でもバラードの注文だぞっていうことで2曲デモ作ったんですよ。で全く全然違うバラードの曲と今皆さんが聴いていただいている曲のデモを送って、バラード選ばれるのかなっていう、でも俺的にはこっちなんだよなみたいな気持ちで2曲送ったら、後々聞いたら満場一致で今の巡り星が選ばれたっていうことで、なんかそこもすごく嬉しかったですね。本当に今回この主題歌っていうのがかなり鍵を握ってたのでそこに対してこの制作陣の期待を超えれたのかなっていうのは話してても感じたし、そこに対しての安心は出来上がった時にほっとしましたね。主題歌っていろんな使われ方があるじゃないですか。いや今回だから主題歌って言ってるけどちょっと違うじゃないですか、もう役割が、しかもいろんなタイプが出てくるじゃないですかそう見ていただきたいんですけど、見たら分かるんですけどね。なんか本当に僕の理想としては、映画見終わった後に帰りながら自然となんか口ずさんじゃうってくれる人が増えたらすごく嬉しいなって思ってます。これがバラードだったら、帰り口ずさむみたいなテンションにちょっとならないかもしれないですね。
よし見終わったなみたいな感じに なっちゃうというか、なんか見終わった後のテンション感空気感も絶対変わってくるなと思うので、今のがすごくベストかなって思いますね。いやもうそれはなんか結構みんなで作り上げた感ありますよね。そこね。いやありますね。本当にみんながこう信じ合って助け合って一つの作品を作るってこういうことなんだなっていうのを改めて感じましたね。改めてですけど楽曲込めた思いみたいな、まあ、映画を見てもらったら絶対にみんなわかると思うんですけど、もうめちゃくちゃアズワンの世界観というか、本当に陽が今ラコに伝えたいこととか、陽とラコの関係とかそういうところはかなり意識して作ったし、なるべくこう映画の世界観を壊さないようにっていうのを意識して A メロの出だしの「君と出会って生まれたこのメロディー」とか、はい、結構来たなと思いましたメンバーと JO1 のメンバーとかと曲を結構メンバーでも作られたりするじゃないですか。なんかこう話すんですか？でもアズワンの声優とか主題歌に関しては当時僕たちワールドツアー中だったので、メンバーになかなかこう相談することはなくて、本当に自分でやったって感じだったんですけど、普段確かに曲作るメンバーも多いので、そういうところを話したりとかもありますし、あとやってるジャンルが全然違うので、僕は結構ロックテイストが大好きで作ったりするんですけど、なんか得意分野が違うからこそお互いこう刺激し合っていろいろこう情報共有したりとかっていう部分は面白いなと思いますね。一応その設定でも2人で一つで戦うみたいなこととかも込みで、メンバーがいる方がいいですか？普段の生活でもどっちもいいですけど。なんか今とかは一人でやらせていただいてるんですけど、普段は11人でやってたりとか、なんかその差があるのがめっちゃいいかなと思って、常に11人でいたらやっぱり大変なこともあるんですけど、やっぱこうやってたまに一人でやることによってよりメンバーの大切さとか、普段自分がやらないようなことをメンバーが補ってくれてたんだなっていうのを気づけたりとか、なんかこのバランスがすごく大事なのかなっていうソロが増えてきて、今めっちゃ思いますね。じゃあ、実家みたいなもんですね。そうですね。なんか帰る場所があるから安心して出ていけるっていう気持ちに近いですね。多分各々の仕事を絶対チェックしてくれてるはずなんですけど、なんかこう感想言うのちょっと恥ずかしかったりとか確かにね。なんか家族褒めるの恥ずかしいみたいな、ちょっとそういう感じに近しくて、多分アズワンも見てくれたり気になってくれてはいるけど、なかなかこう「いやあの曲聴いたけどよかったよ」とか、そういうのちょっと恥ずかしいんです。言われるのも恥ずかしいし、言うのも恥ずかしいみたいな、ちょっとそういうなんか不思議な感覚はあります。最後にですね、ぜひこのカメラにアズワン見る人、ぜひメッセージをもらっていいですか？本当に生きてたらすごく悩みとか大変なことたくさんあると思うんですけど、今回の主人公の陽みたいに誰かと出会うことによってとか、何か出来事があって自信をつけていく姿を見て、皆さんもこう何か勇気だったり元気が出たらなと思いますし、とにかくグラフィックのアクションというかロボット戦闘シーンが本当に凄まじく心を揺さぶるので、あなたの人生の90分をアズワン劇場で、いただけたらなと思ってるので、ぜひ劇場に足を運んでみてください。よろしくお願いします。これ結構実は音楽映画なんだっていうことを推したい。いや本当にそうですね。誰よりもその曲聴いてるはずなんですけど、やっぱ初号試写の時初めてでかいスクリーンでかいスピーカーで聴いた時、多分一番鳥肌立ったの僕なんで、それぐらいやっぱ違います全然、映画館で見るのは。なので、ロボット系が好きな人もそうですし、そもそもこのアズワンが大好きな人もそうですし、音楽が好きな人にも見てほしいなと思います。映画アズワンは8月22日より全国公開でございます。ということで本日は鈴木さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。